にして野田が比ではない。国鉄第5代総裁石田礼介物語第4話。石田礼介総裁の話第4話目となります。今回も文章伝文掲載とさせていただきました。今回は新総裁として就任してからの話をさせていただきます。あえて縦書きに調整していますので、見にくいというお叱りを受けるかもしれませんが、ご了承願います。本日から国鉄の監査委員長であった石田礼介氏が国鉄総裁に就任してからのお話に触れを進めさせていただきます。石田総裁の仕事の仕方は、仕事は部下に任せて自由にさせるという方針でした。とは言っても、丸投げということではなく、国会など総裁でなければできない仕事はするが、それ以外は任せるというもので、手柄は部下に、責任は自分に、支店長時代からのスタイルを伝えたのでした。石田総裁誕生、石田総裁のことを話するのに、白山三郎著、伝記、それにして野田が比ではないを参考に書かせていただく部分が多いことを最初にお断りしておきます。石田総裁は、十河氏の後任として、昭和38年5月20日に第5代国鉄総裁として就任しました。その際の記者団との会見で、新幹線と第2次5カ年計画の完成、諮問委員会投資員問題の解決、能率と投資効果の向上、安全確保、汚職追放等、以上5項目に当たる方針を非力。あくまで奉仕と犠牲の精神でサービスに徹する所信を明らかにした。なお、14時から本社9階大会議室では、国鉄45万職員に向け、新旧両総裁の挨拶が行われ、SHF 網で全国に同時中継されたそうです。そにして野田が比ではないの意味とは、石田総裁の考えの根底にあることは、正しいことを正々堂々とするという信念でした。この考え方が、そにして野田が比ではないという意味であり、あえてここに指針があるとすれば、それは天国への旅券、Pathway to Heaven を得るためだという心でした。指針というか、欲というものからではなく、あくまでも公に徹するということを信念していたということが伺えます。また、石田総裁の優れたところは、その責任の取り方でした。仕事は任せるが、最終的な責任は自分が問うというスタンスで、そごう総裁時代に辞職していた一崎聡を副総裁にするとともに、昭和33年に退職して、日本交通技術株式会社社長についていた藤井松太郎を呼び戻して再び西長に据えることで、自身のスタッフを固めていくことになりました。ここに、そごう総裁時代に辞めた二人が帰ってくることとなったのです。さて、ここで、そにして野田が比ではないから、当時の就任直後のお話などを引用させていただきたいと思います。石田の国鉄についての理念は明確であった。企業精神で能率的に経営していく。そのため、できるだけ合理化をやらなければいかんし、もっと営利心を持て、同時に弾力性のある独立採算ができるよう政府、国会に強く働きかける。総裁の仕事としては嫌なこと。総裁でしかできないことだけやり、決断はするが、実務はすべて磯崎以下に任せる。弁解はしない。責任は取る。それはこれまでの長い支店長生活で一貫して問い続けてきた姿勢でもあった。池田隼人が画策したように、性的に成長していた佐藤栄作を牽制しつつ、国鉄には企業性を持たせるために石田総裁を総裁に据えた。その狙いは当たったと言えそうです。また、石田礼介は就任時77歳という高齢であり、そごう氏が就任した時は71歳だっただけに、さらに高齢になった国鉄総裁に対して、不安を示す声もありましたが、それに対しては、気分はヤングソルジャー、心はウォームハーツじゃと言って抜けたように、その年齢を感じさせないパワーがありました。そして、ここで書かれていますように、石田総裁は弾力性のある独立採算ができるよう、政府、国会に強く働きかけると宣言しています。実際に国会などに直接働きかけることがあるのでした。世論は新総裁におおむね好意的。さて、ここで新総裁誕生を世間はどのように捉えていたのでしょうか。
国鉄線昭和38年7月号の世論アラカウトに当時の新聞記者の様子が書かれているのですが、旧三井物産社長という大会の大建物であり、国鉄の監査委員長を2期6年務めたことから、世間ではおおむね好評に迎え入れられていたようです。国鉄線昭和38年7月号から引用してみたいと思います。5月20日、国鉄の総裁に石田礼介氏が任命された。新総裁は大会の相談役的存在であったし、国鉄の監査委員長を2期、6年も務められたと、いわば国鉄にとっても大久保彦大門的存在だったということで、世論は新総裁を心からなる拍手をもって歓迎したし、またそれだけに新総裁に対する期待も大きいようだ。誰も泣いてはなかった国鉄総裁を関連として引き受け、勇気凛々とその抱負を語る石田新総裁の信念と熱意は大したものだ。国鉄の悩みも矛盾も弱点も欠陥も一応は知り尽くしていると言ってよい。ズバズバとやめるマンモス、国鉄の病原を貫き好き。俺はこうしてこの病気を治すつもりだとはっきり言い切る。そして国鉄に今なお残る官僚風と親方日の丸意識を極端に組む国鉄の持つ公共性と企業性を能率によって調和させようというあたりもビジネスマンらしい考え方だ。読売編集手帳5月15日。次回は国鉄総裁就任後のお話などをさせていただきます。